こんにちは、コロです。なんかやる気が出ない、燃え尽き症候群になっている時ってありませんか？その悩み、練習量ではなく、周期で解決できるという時もあります。3週間追い込み、1週間抜く、3-1サイクルを自分で調べ、自身の経験から書いたブログをもとに、要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。どうもこんにちは。ランニングってもっと早くもっと遠くへって思うとついつい毎日頑張りすぎちゃったりしますよね。でももしその毎日頑張ること自体があなたの成長を邪魔してしまっているとしたらどうでしょう。今回はですね、そんなちょっと意外かもしれないですけど、すごく効果的なトレーニングの秘密について一緒に見ていきたいと思います。いやー、ありますよね、こういうこと。昨日も走った、今日も走る。なのになんか足は重いし、正直やる気も出ない。目標に向かって努力しているランナーの方なら、一度はこんな壁にぶつかったことがあるかもしれません。頭では走らなきゃって分かってるのに、体がもう走りたくないよって叫んでるようなあの感じ。このジレンマ、本当に辛いですよね。実はですね、今回の話の元になっている記事を書いたこのさんも全く同じ悩みを抱えていたそうなんです。彼自身のこの正直な告白から今回の話は始まります。これってどこか遠い世界のトップランナーの話じゃなくて、僕たちと同じように悩んで試行錯誤した一人のランナーの実体験に基づいたすごくリアルな記録なんですよね。そんなコロさんが見つけ出した答えが、この3週間練習して1週間しっかり休むっていう新しいリズムだったんです。いやー、でも最初は彼も1週間も休んじゃうの？せっかく積み上げてきたものが全部なくなっちゃうんじゃないのってかなり半信半疑だったそうですよ。でもこのサイクルこそが彼のパフォーマンスを劇的に上げた魔法の鍵だったんです。じゃあその仕組み詳しく見ていきましょうか。このサイクルの構造ってすごくシンプルなんです。最初の3週間で階段を1段ずつ登るみたいに少しずつ練習の負荷を上げていくんですね。1週目が助走、2週目で加速してって3週目が全力疾走のピークです。そして最も重要なのが4週目。ここで意図的にペースダウンして体をしっかり回復させる。そうすることで初めてそれまでの3週間の努力がちゃんと体に吸収されて実を結ぶということなんです。休んだら弱くなるって思いがちじゃないですか。でも実はそれ大きな勘違いかもしれないんです。むしろ賢く休むことこそが強くなるための一番の近道だったりするんですよ。じゃあなぜこのリズムがこんなに効果的なのか。そのからくりは驚くほどシンプルなんです。次のスライドで見てみましょう。このスライドが今回の話のまさに心臓部ですね。3週間のトレーニングっていうのは言うならばあえて筋肉の繊維を細かく傷つけるような作業なんです。で、筋肉が本当に強くなるのって走っている最中じゃなくてこの1週間のお休みの間なんですね。体がおっとこの前の練習は結構きつかったな、よしこの間にしっかり修理して次はもっと楽にこなせるようにパワーアップしておこうって自らをアップグレードしてくれるすっごく大切な時間なんです。つまり大事なのはこのコントラストなんですね。全力で追い込む期間と意識してしっかり休む期間、この2つの間の振れ幅、このギャップが大きければ大きいほどまるでバネがぐーっと縮んでから一気にビョーンって伸びるみたいにあなたのパフォーマンスは飛躍的に向上する可能性があるというわけなんです。ではこの理論どうやって日々の練習に落とし込めばいいんでしょうか。特にガーミンみたいなランニングウォッチを使っている方ならこのサイクルをもう驚くほど簡単かつ正確に管理できちゃうんです。もちろんウォッチがない方でもこの考え方はすごく参考になるのでぜひ聞いてください。ここからはその具体的な方法を解説していきますね。やることはすごくシンプルです。攻めの3週間はウォッチに表示される短期的な練習の頑張り具合を示すグラフがきれいに右肩上がりになるように意識します。そして休みの1週間は逆にその数値を意図的に下げていく。グラフが適正範囲を下回っても全く慌てる必要はありません。むしろよし計画通りって思ってください。それがこのトレーニングの狙い通りなんです。ここがコロさんからの最も力強いアドバイスかもしれませんね。回復週に入るとウォッチは親切心からトレーニング不足ですよって警告してくることがあるんです。でもあなたは計画的に休んでいるわけですよね。
その時こそアルゴリズムの自動的なフィードバックよりも自分の計画を信じる勇気が必要になるということなんです。さて、休むと言ってもソファで一日中動かないということではないんです。むしろ賢く動くことで回復を最大限に促すアクティブリカバリーが鍵になります。では、その賢い休み方とは具体的にどんなものでしょうか。このスライドの通り、回復習の目標はとてもシンプルです。走る距離はいつもの半分から7割くらい。ペースはもう隣の人とおしゃべりしながら走れるくらい本当にゆっくりで OK です。この週の主役はランニングじゃなくて、たっぷり寝ることとしっかり栄養をとること。ウォッチの負荷の数値を下げること自体をなんかゲームのクエストをクリアするみたいに楽しむのがコツかもしれませんね。さて、コロさんがこのサイクルを半信半疑で初めて試したとき、彼のウォッチに驚くべき変化が現れました。それがこの数字です。マイナス8分。もちろんこれはあくまでウォッチによる予測タイムです。でもたった4週間、特に最後の1週間はしっかり休んだにもかかわらず、これだけ大幅に予測が改善したっていう事実は、休むことは強くなることなんだという理論が正しかったという何よりの証拠になったんですよね。いやー、これは嬉しいですよね。ここまでランニングの話をしてきましたけど、少し視野を広げてみましょうか。この3週間攻めて1週間抜くという波を作る考え方、もしかしたら私たちの日常生活の他の場面にもすごく応用できるんじゃないかなって思うんです。例えば、仕事で何か新しいスキルを学ぶとき、最初の3週間で集中的にインプットして、最後の1週間で少しペースを落として学んだことを整理して定着させる。常に全力疾走するんじゃなくて、意図的に緩急をつけることで燃え尽ききることなく長期的に成長し続けられるのかもしれません。今回の解説を通して私たちがたどり着いたのはこの問いです。私たちは常に前へ、上へと進むことばかりを考えがちですよね。でも本当に大きなジャンプをするためには一度深くしゃがみ込む時間が必要なのかもしれません。あなたの人生において一歩下がることが次への大きな飛躍につながる領域はどこでしょうか。最後にコロさんのこの言葉で締めくくりたいと思います。頑張らない勇気もトレーニングの一部です。休むことはサボることでも後ろに進むことでもありません。それは次にもっと高く、もっと遠くへ行くための賢くて、そして勇気のいる選択なんです。今回の解説があなたのランニング、そして毎日に何か新しい快適なリズムを見つけるきっかけになれば本当に嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。次回30キロの壁に立ち向かうにはどうすればいいのかについて3回シリーズでお届けします。コロでした。